第14章帰還。遠くに水色をした地球が現れた。早くも眼下に大きく海が開け、だんだん海岸線が迫ってきた。太陽は遠くの山脈の上に顔を出し、銀色をした雲の間から黄金色の光を放っていた。空は青く、海は輝き、山並みが遠くに連なっていた。なんて地球は美しいんだろう。そう言ったろう。地球の人はそれに気がついていない。それどころか平気で破壊している。そして知らないで自分自身も同時にね。もし愛が宇宙の基本法だってことを理解して、国境をなくし、一つの家族のように仲良く皆、愛に基づいた新しい世界を作れば生き延びることができるんだ。国をなくして？国は県として変わり、進歩した宇宙のように地球にたった一つの世界を作るんだ。君たちは皆兄弟じゃなかったのかい？愛に基づいた全てを組織するっていうのはどういうことなの？どこの国でもそうだけど、家族を組織するのと同じように、つまり皆協力して働いて利益を公正に分配するんだよ。もし5人だったら5つのリンゴを1つずつそれぞれが受け取る。極めて明快なことだよ。愛がないと上に立った人はエゴをむき出しにして、自分のエゴイズムを正当化するために物事を複雑に絡ませる。でも愛があれば全てが皆透明でとてもはっきりしている。また眠くなってきたよ。じゃあもう一度充電してあげよう。でも今夜はよく寝ないといけないよ。椅子に身をもたれかけた。アミはまた僕の頭のてっぺんに充電器を取り付けた。眠りがすぐに僕を襲った。元気に目覚めた。全身にエネルギーが満ち溢れ、生きていることの喜びでいっぱいだった。どうしてもっと何日か僕と一緒にいないの？また海岸に一緒に行こうよ、アミ。僕もそうしたいところなんだけどね。まだまだたくさんしなくっちゃならないことがあるんだよ。地球だけでなく、たくさんの人々が宇宙の方を知らないでいるんだ。アミ、君はとても世話好きなんだね。愛のおかげだよ。平和と団結のために争いや暴力を捨てることだ。そうするよ。でも中には顔面に一発パンチを食らわしてやりたいのもいるけどね。アミは笑って、その通りだよ。でもね、それは彼ら自身が自分にパンチを食らわすことにもなるよ。それはどういうことなの？愛に対する違反行為は何倍にもなって自分にツケが回ってくるんだよ。至るところで見られる災難や事故、また愛してる人を亡くしたり、悪運続きだったり、もっとこの他にもいろいろな形でその代償を支払うことになるんだよ。温泉場が見えてきた。アミは円盤を海岸の砂浜数メートルの高さに停止させた。誰にも円盤は見えない。操縦室の後ろにある出口まで一緒に行って、お互いに強く抱き合った。とても別れるのがつらかった。アミも同じだった。目がくらむような黄色い光がついて僕を包んだ。愛が幸福に向かう唯一の道だってことを忘れないようにね。とアミは下降していく僕に向かっていった。足が砂浜の上についた。上は何も見えない。でもアミが僕を見ていることは分かっていた。ひょっとするとアミも僕と同じように目にたくさんの涙を浮かべていたかも。とてもすぐには家へ戻る気にはなれなかった。アミのメッセージをちゃんと理解したことを彼に伝えるために、小枝を取って砂浜に翼の生えたハートを描いた。するとすぐに何かが走ってハートの周りに円を描いた。アミの声を聞いた。それが地球だよ、ペドリート。家の方に向かって歩き始めた。すべてがすがすがしく美しく感じた。海の香りを胸いっぱい吸い込んだ。砂や木や花を撫でてみた。
その時までこの小道がこんなに美しいものとは気がつかなかった。小石までが振動しているようだった。家の中に入る前に海岸の上空を見上げたけれども何も見えなかった。おばあちゃんはまだ眠っていた。もう起きたように部屋を片付け、シャワーを浴びに浴室へ行った。浴室を出た時におばあちゃんが目の前に立っていた。よく眠れたかい、ペドリート。おばあちゃんは？私はいつものようにあまりよく眠れなかったね。一晩中目が開いたままだったよ。おばあちゃんに抱きつきたい衝動を抑えることができなかった。おばあちゃん、びっくりするようなプレゼントがある。朝食の時にあげるよ。おばあちゃんはコーヒーを用意して、それをテーブルの上に置いた。アミにもらったまだ5、6個残っているくるみをお皿に敷いた紙のナプキンの上に乗せた。おばあちゃん、これ食べてごらん。と言ってお皿をおばあちゃんの方に差し出した。これ一体なんだい？宇宙のくるみだよ。食べてごらん。とってもおいしいから。何おかしなこと言ってるんだい、この子は。どれどれ。と言ってくるみを一つ口の中に入れた。本当だ。なんておいしいんだこと。これ一体なんだい？だから宇宙のくるみって言ってるじゃない。3つ以上食べちゃダメだよ。タンパク質がたくさん含まれているからね。ねえおばあちゃん、ところで宇宙最高の法って知ってる？おばあちゃんに一講義してあげられると思って目を輝かせながら言った。もちろんだよ、ペドリート。間違った答えを正してやろうと待ち構えた。じゃあ何？愛だよ、ペドリート。おばあちゃんは至極当たり前のように答えた。僕はあっけに取られた。でもどうして知ってるんだろう。どうして知ってるの、おばあちゃん。小さい時から知っていたよ。じゃあどうして不正や戦争がこんなにたくさんあるの？それはみんながみんなそのことを知っているわけじゃないし、全く知ろうとしない人も少なくないからね。村の方に出かけてみた。広場に出ると昨夜の警官が2人僕の方に向かって歩いてくる。全身が凍りついたようになった。しかし彼らは全く何もなかったように僕の横を通り過ぎていった。突然2人は空の方を見上げた。周りにいた人たちも同じように空を見上げている。ずっと上空に飛行物体が光を赤や青や黄色に変えながら揺れている。警官は無線で警察署に連絡している。僕はなんだかとても嬉しくなってきた。ハミがスクリーンを通して僕を見ていることははっきりしていた。元気に手を振って挨拶を送った。ステッキをついた年配の紳士が空飛ぶ円盤が引き起こした騒動に迷惑そうにしながらやってきた。空飛ぶ円盤だ、 UFO だと子供たちは喜んで叫んでいる。年配の紳士は上空を見上げた後で不愉快そうな顔をしていった。なんて無知な迷信深い人たちなんだ。気球かヘリコプターか、そうでなければ飛行機に決まっている。 UFO だと？全くバカバカしい愚かな人たちだ。と言って壮大にステーキを振りながら、もうこの朝の空に現れた素晴らしい光景には目もやらずに通りの方へ立ち去っていった。ハーミの声が耳元に聞こえた。さよならペドリート。さよならアミ。興奮して返事をした。UFO は消えた。翌日の新聞はこの朝の事件を何も報道していなかった。なぜなら近頃はこのような集団幻覚はもう少しも珍しいことではなく、全くニュースのネタにもならなくなってきたからだ。ただただ毎日無知な迷信深い人の数だけが静かに増え続けている。温泉場の海岸のちょうどアミと知り合ったあの岩の上に円に描かれた翼の生えたハートが刻まれている。誰もどうやって刻んだかは知らないが、
まるでそれを刻むために特別に所蔵した岩のように立っている。誰でもそこまで登れば見ることができるけど、その高い岩を登るのは決して簡単なことではない。特に大人にとってはなおさらだ。なぜなら子供はもっと敏捷だし、そして何よりずっと軽いから。